ただいまー。あ、奈良坂さん来てたんだ。いらっしゃ。浅村くんおかえり。ちょうどいいところに帰ってきたね。早速だけど、男性がおごるべきをテーマにバトってくれる？え？ごめん、男性がおごるべきって何の話？バトル？陰キャ男子の兄とドライな妹。義妹生活。まあや、テンション上がりすぎ。全然言葉足りてないから。ごめんね、浅村くん。実はかれこれ1時間くらい、いろんな議題でディベートして盛り上がってたの。で、男女のデートでは男性がおごるべきかどうかってテーマが出てきたんだよ。だけどこの議題って女子同士でやってたらしっくりこないんだよね。だから浅村くんに参加してもらえると臨場感が出るかなって。そんなわけで浅村くんが男性がおごるべき派で割り勘派のさきとディベートしてくれない？まあや、私が相手側やるって聞いてないんだけど、それにこのテーマだとディベートが終わった後ギスギスしそうで嫌だな。まあディベートって本人の主義主張とは関係ない決められた立場で討論するものだし、何を言ったとしても結局ディベート上の意見であって本音じゃないんだからいいんじゃない？その通り。じゃあルールは納得して反論できなくなった方が負けってことでディベートスタート。強引なんだから。じゃあ私から言うけど、あくまでもディベートだからね。私は割り勘は当たり前だと思う。なぜなら時代的にも男女平等の風潮が強くなってきてるから。男女平等か。でも女性って男性より見た目にお金を使ってるよね。服とかメイクとか。それで割り勘にすると女性の負担の方が大きくなって、それこそ男女平等じゃない気がするんだよ。だから男性がおごるのは当然だと思うな。それは関係ないんじゃない？男性でも服は買うわけだし、最近は美容にもお金を使ってるでしょ？確かにまだ女性の方がたくさんお金を使っているだろうけど、これからは関係なくなると思う。これからどうなるかってこの議題に直接的には関係ないよな。ここをうまくつけば。現状まだまだ女性の方が男性より美容に気を使ってくれていることは否定しないんだよね。まあそうだよね、一般的に。そんな女性とデートする男性目線だと、男性がおごるのはそれに対するお礼の意味が大きいんだ。なのに割り勘にしたいからって男性からのお礼を断るっていうのはどうなんだろう。男女平等というならむしろおごられる方がフェアだと思うかな。それも美容代の差がなくなってきている流れから考えれば、男性がお礼する必要もなくなるってこと。つまりいずれは未来の話だよね。今現在の話ではなく。これはあくまで今の話だよ。現状女性の方がまだ美容にお金を使っていることを綾瀬さんも否定してない。男女平等の観点で言えば今は男性がおごることでフェアになるんだよ。経済的にも礼儀的な意味でも。そんな中でおごりを断るってことは男性の気持ちを踏みにじるってことにもなるんじゃないかな。なるほど。でも礼儀的って言うと浅村くんは大きなことを見逃しているよ。何かあるの？女性からの気持ち、デートしてくれてご飯を一緒に食べてくれてありがとうって気持ちがあるんだよ。だから礼儀的な意味っていうのはお互い様かな。で、あとは経済的な部分だけって話なら、まずは割り勘が前提であるべきなんだよ。なるほど。それは確かに。はい、終了。勝者はさき。浅村くんも前線したけどさきの方が。あれ、さきどうしたの？まずい。これ怒ってるな。ディベートを優位に進めるためとはいえかなり意地の悪い詰め方をしちゃったし、どうしよう。熱くなりすぎちゃった。ごめん。そうだよね。ごめん。最後の方は
個人的な気持ちを込めて喋っちゃった部分もあるし、ごめんね浅村くん。あくまでもディベート上の意見ってことで水に流してほしいな。さっきどこ行くの？お手洗いそのまま行かせてよ。もう熱くなってただけか。でももっと白熱してたら綾瀬さんどうなっちゃってたんだろ最悪やっちゃった。何やってるかな私は。ただのディベートなのに浅村くんがそういう人じゃないって分かってるのに、どんどん浅村くんがそういう考えだったらって気持ち膨らんじゃった。あくまでディベートだよね浅村くん。今日も見てくれてありがとう。小説版義妹生活、全国書店にて発売中です。チャンネル登録もしてくれたら嬉しいな。う。おまけ。じゃあ浅村くんの本心としては割り勘派なんだ。まあ記念日とかだったら別だろうけど、そもそも貸し借りになりそうなのはちょっと。そのスタンスでよくあの激論を。で、それがディベートか。あ、おかえりさき。うんただいま。どうしたの？嬉しそうだけど。何かいいことでもあったん？なんでもないよ。なんでもない。